でこれで1倍なんですよ。でここ2倍3倍、ほらC8 激おすすめ。このオレンジとね黄色がめっちゃ肝で、これをねパキッとブルー青にするといまいちなの。こんにちは、アミティ先生です。今日は私がよくやってる写真加工ですね。おしゃれな写真加工についてちょっとやり方を紹介していきたいなと思います。今私ですね、ロンドンに来てるんですけど、海外にいる時にインスタとかツイッターとかですごい写真をね上げてたんですよ。でめちゃくちゃ DM でどうやって加工してるんですかとか、フィルター何使ってますかとか、写真のコツを教えてくださいみたいなのがすごい DM できたんで、今日はちょっとそれを紹介していこうかなと思っております。で、写真のコツなんですけど2つ。まずは写真撮る時と、あと加工ですね。で加工はビスコっていうアプリを使ってます。もうずっと使ってるんですけどめちゃくちゃおすすめで、まず写真を撮る時なんですけれども、基本的に絶対ポートレートモードで撮ってください。もうポートレートモードで撮ったら一気に写真が良くなります。ポートレートモードっていうのはボケとかをねちゃんと作ってくれるモードなんですけれども、人とか撮る時もそうですし、物とか動物撮る時とかももうだいたいポートレートで撮ってます。で誰かに私の写真を撮ってもらう時もポートレートモードで絶対撮ってねって言って撮ってもらったりするんですけど、ポートレートモードで撮ると後からこうピンボケを変えれたりするんですよね。なのでまずポートレートで撮るっていうことで、このポートレートモードなんですけどズームできるんですよ。で1倍で撮ってもいいし2倍3倍まであるのかな。で人の感じをね撮りたい時にあんまり近づきすぎるとさ、ちょっとね何撮ってんのみたいになるじゃないですか。の時はめっちゃ引くんですよ。めっちゃ引いて3倍で撮るの。そしたら、こういう感じのいい感じのが撮れます。これ全部3倍とかで2倍とか3倍とかで撮ったやつなんですけど、めちゃくちゃいい感じでしょ。もう近くで撮ったような感じで撮れるので、ポートレートモードでこう倍率を調整するっていう感じでやってください。この下でポートレートにするでしょ。でこれで1倍なんですよ。でここ2倍3倍、ほらちょっと失礼します。こんな感じ、いい感じでしょ。1倍だとね結構近づかないといけない。風景とか撮るんだったらいいんだけど、私はだいたいポートレートにするときは2倍か3倍で撮ってる。で2つ目が色調整ですね。この色調整がめっちゃ大事っていうかね、もう写真は私色だと思ってる。もう色と画角で、ボケは最後でいいかなって感じ。もう色が超大事なんですけど、この色調整をビスコっていうアプリでやってます。でビスコ結構使ってる人も多いと思うんですけど、これ私がね編集したやつで、よく使うフィルターっていうのがあって、それがね C 版でございます。もう私 C 版めちゃくちゃ使うので、これも C、C8、C8、CQ、CQ、CQ、このね C8 が激おすすめ。 C8 と CQ と C1、C1 かな。これがねすごくいいんですけど、ちょっとやってみますね。プラスをして写真を入れます。じゃあこれでいこうかな。タッチします。で、画像編集ですね。でフィルターがこうやって出てくるんですけれども、私はお気に入りのところにですね、この C 版 C1、C2、CQ、C8 っていうのを入れてます。で C8 をタッチすると分かります？これビフォーアフター分かるかな、この違い。ほら超おしゃれじゃない？もうこれやるだけでもう一発 OK みたいな感じなんですよ。で C8 の特徴としてはオレンジのサイドがアップする。で青のサイドもアップする。このオレンジとね黄色がめっちゃ肝で、この黄色の色って結構汚いくすみの色だったりするんですけど、この黄色の色をめちゃくちゃ変えてくれてるんですよね。 C9 とかもいいけどやっぱ C8 がいいね。でこの調整で、どれくらいかけますかみたいなのを調整します。であとはこの下の、明るさの調整とかのところに行って露出ちょっとこうもう少し明るめにしたりとか、あとはこの HSL っていうのがめっちゃ大事なんですけど、ここでじゃあもっと赤をこうビビッドにしましょうとか、ちょっと黄色の色味変えるとか、あとはホワイトバランスもちょっと変えたりします。こうやってちょっと青っぽくなったりとか、
暖かくなったりするんですけど、今回のその旅行とかだったらちょっとあったかい系に振った方がいいですね。あとご飯とかもあったかい系に振った方がいいですね。ちょっとスタジオ撮影とかおしゃれな写真とか撮りたい時、この物撮りとか何か物を撮りたい時っていう時はちょっと青に振ったりするんですけど、そんな感じで使い分けてます。でこれちょっと調整するとこうやってめちゃくちゃおしゃれじゃない？もうこれで OK でございます。これだけ超簡単でしょ。で大量の写真を編集したい時はこの今やった加工を違う写真にペーストすることもできるんですね。でその時どうするかっていうと、この写真をタッチしてその他押します。で編集をコピーする。で違う写真ですね。これ違う写真全部選択しましょう。でその他押して編集をペーストするを押します。はい、そうするともう一気に C8 番の今の調整になるって感じです。これとかもほら全然違うでしょ。このなんていうかな、ちょっとレトロであったかい感じっていうんですか、そういうのができる。これとかもさ、普通のバーで普通に撮っただけだったらなんかって感じなんですよ。だけどだいたい C8 をかけるともう最強。これもね、これスペインで撮ったやつ違うでしょ。この青が効いてますよね。青をちょっとなんかねエメラルドグリーンっぽくしてくれるんですよ。でこのエメラルドグリーンっぽくっていうのはどこでやるかっていうと、さっき言った HSL っていうところ HSL を押してブルーを押すんです。ブルーを押してこの上の色合いっていうところね、これをスライドすると分かります？こっちに左に振るとエメラルドグリーンっぽくなって、右に行くと青がネイビーみたいなちょっとサイド高めのパキッとブルー青になりますね。これをねパキッとブルー青にするといまいちなの。これをエメラルドグリーンにすると最高。これもいい感じですね。これもだいぶほら黄色の色が全然変わるの分かります？黄色がめっちゃくすみ黄色からあったかいオレンジ系の黄色になるんですよ。この前の色はさすごいくすんでるでしょ。汚い黄色の感じするでしょ。それが綺麗な鮮やかな黄色になるっていう感じかな。これが C8 の魅力でございます。他にもねレコメンのフィルターがあるんですけど、とりあえず今日はこんな感じで私の激推し C8 番のビスコフィルターのご紹介でございました。ちょっとでもねこのフィルターかけてあげるだけで全然このリアクションが違うというのかね、いいねだったりとかこう DM が来たりとか全然違うので、よかったらね試してもらえるといいかなと思います。はい、ということで今ロンドンいや思いっきりこぼした昨日買ったばっかりのドレスなのに思いっきりこぼしたラテ。洗濯できんじゃん今。どうすんのこれ。やばショック今からプロクリエイトの発表会なの。よかった、これ後で着替えようと思ってたの。だからプロクリエイトの発表会に行くときはちょっと真っ赤なさ、ちょっとスーツっぽい感じで行こうと思ってたから、それじゃなくてよかった。終わり。最後にお知らせでございます。iPadMate Kids 4期生絶賛募集中でございます。今180人ぐらいiPadMate Kids 通ってくれてるんですけれども、オンラインとローカル2つありますので、遠方の方でもですねぜひ受けていただければと思います。iPad の使い方から絵の上手な描き方とか、本当にいろんな多岐にわたるクリエイティブを教えてますので、ぜひこの機会に応募してもらえると嬉しいなと思います。授業は10月からなので、それまでにぜひね概要欄のところに応募するリンク載っけておきますので、そこからね入ってきてもらえると嬉しいなと思います。はい、ということで以上びちょびちょバイバイ。